突然ですが皆さん、最近、ブラックジーンズが人気だということをご存知でしょうか？なーに言ってんだ、そんなの知ってるよ、ですって？失礼しました。ブラックジーンズ、実は、かなり前に履いていた時期があり、久しぶりに履いてみたいと思い、探してみました。ヤフオクを見てみると、ブラックジーンズが熱いというのは、どうやら本当らしく、リーバイス501、USA 製のもので、価格は1万円台中盤が相場。先染めでゴールデンサイズ。状態が良いものになると、2万円を超えるものまでありました。ブラックジーンズといえば、80年代以降、業界でいう、いわゆるレギュラー品扱い。ヴィンテージではない、レギュラーの古着に2万円は出せません。1万円が上限ですね。しかも、80年代以降のジーンズにありがちな、バックポケットの位置が高めのデザイン。目の錯覚を利用した足長効果を狙ったものでしょうか。ちょっとしたデザインの違いで大きく見た目の印象が変わってくるジーンズ。年代や色落ちばかりに気を取られがちですが、バックポケットは位置やサイズ、形状で全体的なバランスが変わる重要な存在です。そこで、リーバイスの公式通販サイトを見てみると、LVC の1955年モデルのブラックジーンズが存在していることがわかりました。スーパーブラック。いわゆる後染めタイプのようです。よし、これだなと思いながら掲載画像を見ていると、なんと赤タブも黒く染まっていたんですよね。しかも、中途半端に。細かい部分かもしれませんが、購入する気にはなれませんでした。じゃあ、どうするのか。前置きが長くなってしまいましたが、ここからが本題。先日購入し、リペア、裾上げを終えて、履ける状態になったリーバイスのヴィンテージジーンズ。501-66前期。このジーンズを染めて、ブラックジーンズにしてみたいと思います。実は、最初からそのつもりで、色が薄めの個体を選んでいました。染色に使うのは、ダイロン、プレミアムダイ。ダイロンは、1946年にイギリスで創業した歴史のある染料メーカーです。有名ファッションブランドや大手繊維メーカーへ染料を供給、家庭でも染色が楽しめ、世界中に多くのユーザーがいます。家庭で簡単に染められ、発色が良いと評判で、以前から気になっていました。ダイロンには、マルチダイとプレミアムダイの2種類がありますが、40度のお湯で染色できるプレミアムダイを選びました。それぞれに特徴があり、プレミアムの方が優れているというわけではないようです。ダイロンの他に使うものは、塩と40度のお湯。染料を混ぜる時のバケツなど。まずはジーンズの重量を測ります。重量によって、ダイロンの染料、塩などの使う量が変わってきます。653g でした。ダイロン3袋、塩 750g を使います。バケツにダイロンを入れ、40度のお湯で溶かします。準備している間に冷めてしまうことを考え、ダイロン1袋に対し 500ml のお湯で溶きます。次は、塩の準備。750g を測ります。の、粗塩を使いました。浴室へ移動して、ジーンズが浸かるサイズの容器にお湯を溜めていきます。浅めの衣装ケースを使用しました。洗面台でも作業できますが、染料が壁紙などに飛び散ることを恐れて、浴室で作業することにしました。お湯の量は18リットル。次は、お湯に塩を入れて、溶かします。染料を入れて、準備完了です。ジーンズを入れます。
ジーンズを入れて、初めの15分間は、ひたすら混ぜ続けます。15分間混ぜ続けるのはしんどいなぁと思っていましたが、この作業をサボると、まだらに染まってしまうんだろうか、と考えると、手が勝手に動いていました。15分経過しました。この後は時々混ぜながら45分間つけ置きします。時々ってどれくらいなんだろうか。不親切な説明だなぁとか考えながら結局3分間隔で混ぜていました。45分のつけ置きが終わりました。ここからはすすぎをしていきます。徐々に薄くはなっていきますが、エンドレスに黒い染料が出てくるので、すすぎは7回程度で終了。この後は、カラーストップという色止め剤を使います。60度のお湯にカラーストップを溶かして15分間つけ置きします。2回程度すすいで洗濯機で脱水します。脱水後、干して乾燥させます。ビフォーアフターをご覧ください。正直に言うと、もう少し濃い黒を期待していましたが、結果としては満足できる仕上がりになりました。想定外のマイナスポイントが4つほどありました。1つ目は赤タブ。66モデルの赤タブの素材はポリエステルなので、ダイロンの性質上染まりませんでしたが、リーバイスの白い文字が染まってしまいました。赤タブはポリエステル、文字が04素材の可能性があります。タブが赤いことが確認できるので、許容範囲ですね。二つ目は、リペアの際に、接着芯を補強する糸をシルバーにしてもらったのですが、場所によって目立つ部分があるということ。糸のチョイスを間違えたかもしれませんが、黒にしていたらしていたで、目立っていたかもしれませんので、何とも言えないところではあります。雰囲気系ということで、許容範囲とします。三つ目は、リペアに使った接着芯が染まらなかったということ。綿 100% なので、染まるはずなのですが、もしかしたら接着芯のノリが影響しているのかもしれません。理由はわかりませんが、これも雰囲気系ということで、許容範囲ですね。四つ目は、明るい場所で、寄ってみないとわからないレベルではありますが、フライフロントの部分や、紙パッチがあった部分など、色が濃く残っていたところが、染まりきらなかったという点。
履いている状態では全くわからないレベルなので、当然、許容範囲ですね。裏返すとこんな感じです。ポケットスレーキもムラなく綺麗に染まっています。セルビッジもこの通り。補強のために、後から貼っただけの接着芯、お湯で揉んでも、取れませんでしたよ。裾上げ後に、強制的に作ったうねりも、いい塩梅です。真っ黒には染まりませんでしたが、グレーよりの黒で、墨黒、という表現がぴったりの色になりました。セルビッジのあたりも、いい感じで残っています。ヴィンテージジーンズ特有の、雰囲気系のブラックジーンズが完成しました。ただ一つ心配なのは、履いて洗っていくうちに、色が落ちて、とんでもない色になってしまうのではないかということ。変化があれば、続編をお送りしたいと思います。